任天堂スイッチで発売されたファイアーエムブレム無双風花雪月の評価レビューを述べていきたいと思います。無双シリーズでは歴史ものを含めてある程度プレイ済み、原作となるファイアーエムブレム風花雪月もルナティックモードも含めて3回分通してプレイ済みです。前作にあたるファイアーエムブレム無双は未プレイ、一つの勢力でエンディングを迎えるまでプレイしていて、プレイ時間は36時間ほど、音声をスキップせずに聞き、移動可能な戦場は全てクリアしてのプレイ時間となっています。それでは早速評価レビュー述べていきたいと思います。個別に他の無双シリーズと比べてどうこう述べることはありませんが、もしかしたら無双シリーズの中では一番のゲーム性ではないかと思われます。元となっている原作がゲームであり、なおかつシミュレーションゲームであったことから、ある程度のゲームとしての基礎が出来上がっています。そのゲーム性をうまくファイアーエムブレム無双風花雪月に取り込んだことによって、他の無双シリーズにはない多くのゲーム性が加えられています。多くの敵を倒す従来の無双シリーズの原点は当然ですが、シミュレーションゲームとしてユニットへの指示、育成要素、そして直近のファイアーエムブレムにあるキャラクター間の関係性とボリュームのある会話など、風花雪月本編で用いられた要素を数多く取り入れたことによって、従来の無双シリーズとはまた違った楽しみが可能となっています。様々なゲーム性が追加され、要素が多くなったというのは良いものの、逆に無双シリーズとしてこの気軽さという部分が薄くなってしまったという部分もあります。戦闘中の爽快感は他の無双シリーズと同じものの、その戦闘に向かう前にキャラクターの育成や武具の装備育成、職業の変更、関係性上昇などなど行うことが多く、次へ次へと気軽に遊びたい人からするとやることが多いことが手間に感じられてしまうかもしれません。また風花雪月をプレイした人からすればすんなりと理解できる部分が多いものの、完全新規のプレイヤーからすれば要素の多さが複雑に感じられるでしょう。風花雪月をプレイしたか否かでも評価が分かれる部分かもしれません。とはいえ、ある程度遊び進めていけば内容自体の把握は容易と思われます。戦闘中にマップ画面を開き、他のユニットに指示を出すという要素があります。敵との相性を見てどの敵にどのユニットを当てるかや、キャラクターの護衛、拠点の確保など、シミュレーションゲームらしい雰囲気もあり魅力的な要素です。その反面、マップを開くと戦闘が中断して選択することになるため、戦闘時の没入感が薄れる要因にもなっています。複数のユニットをうまく指示して、なおかつユニットを切り替えて遊ぶ人には良い要素ですが、逆に1キャラクターを用いて遊んでいる人からすると没入感を削ぐ要素になります。使わずでも遊べますが、移動に時間を強いるゲームでもあるため、うまく活用してキャラクターを入れ替えつつプレイするのが遊び勝手も良いため、没入感を取るか利便性を取るかの選択を迫られます。任天堂スイッチで発売となると、現行のゲーム機の基準としてはやや時代遅れのマシンパワーを心配すると思います。実際描写面では他のゲーム機や PC などと比べて劣るなどもあり、この点を問題視する人もいるでしょう。実際にプレイしてみると、動いてる最中はそこまで気になることもなく、変にカクつくといった感じもなかったため、プレイしている感じとしては悪くありませんでした。ステージの切り替え時の読み込み時間もそこまで長いとは感じません。ゲーム立ち上げ時はやや長く感じるものの、一度立ち上げた後はスリープモードでプレイする際には気になりません。任天堂スイッチだからかは分かりませんが、ジャンプなどの動作は採用されておらず、他の無双シリーズと比べてアクションの幅が狭まっているのは気になります。ジャンプそのものがゲーム性に大きく影響を与えるわけではありませんが、残念に感じるところです。キャラクター性を持たせるために基本的に会話シーンは長めです。戦闘に行こうとしても直前に会話シーンがあり、普通に音声を聞いてオートで進めていくと5分以上会話を聞かされることも多々あります。ストーリー的に意味のある会話ならば問題ないのですが、たわいのないやり取りなども含まれることも多く、また声優の話すスピードもゆっくりのため、全部聞こうとすると無駄にプレイ時間が長くなります。もちろんスキップや文章を斜め読みして音声を飛ばすこともできますが、それはそれで作り手の意図と異なるようで、やっていいのか迷います。昨今では動画などを倍速で視聴することが一般的になっていることもあり、なおさらテンポの悪さを感じます。可能であればこの手の会話シーン時は倍速再生のようなものができればと思います。世界観がしっかりと描かれていたファイアーエムブレム風花雪月を元としているため、プレイしている人からすればすんなりと入り込める内容になっています。
逆に未プレイだといきなり投げ出されたと感じるかもしれません。各要素に関しても原作をプレイ済みかどうかで感じ方が大きく変わります。このあたりは他のゲームと同様、原作ありのゲームの宿命なのかもしれません。完全新規のプレイヤーからすると前提条件が多すぎて難解に感じるでしょう。また、分岐があるからなのか、一度のプレイでストーリーが十分把握できるようにはなっておらず、読後感の悪い小説のようになってしまっているのも残念なところです。もっとも、これは本編でも似たような部分もあったため、それを踏襲していると考えると、やはり原作プレイ済みのファン向けと言えなくもありません。無双シリーズとしては、色々と考えられた部分も多く、操作性なども細かいところで利便性のあるものも多く用意されており、この辺はシミュレーションの時と同様、遊びやすさも考えられているのが伺えます。できればシミュレーションの方を遊んでから、この風化雪月の無双を遊んでもらった方がいいかとは思いますが、無双シリーズ好きな方で気軽に遊びたいという方は、このシリーズから遊んでみて、もし機会があるんであれば、シミュレーションの方も改めて遊んでみるのもおすすめです。以上で評価レビューを終えたいと思います。他にもストーリー面とか色々と言える部分はありますが、そこら辺はネタバレも絡んでくるので割愛したいと思います。ぜひ自らでストーリーも含めて確認してみてください。ではでは。